mouth and nose. Hello everyone, 皆さんこんにちは。先日人生で初めて北欧へ行き、デンマークのコペンハーゲンとスウェーデンのマルムを訪れました。今回はその前編としてコペンハーゲンの Vlog をお届けします。いつもと違って今回は音声でのコメントも入れてみたので、ぜひ最後までご覧いただき、感想などコメントいただけると嬉しいです。Hope you like it! ちょっとお腹が空いていたので、ガソリングリルという有名なバーガーショップに来ました。メニューはシンプルで、私たちはチーズバーガーとチップスのセットを2人で分けました。 100% オーガニックビーフのパテを使用していて美味しかったです。そのまま散歩して歩いていると素敵な本屋さんに出会ったので、少し中に入ってみました。ロンドンの本屋さんも素敵なんですけども、またイギリスの書籍と違って本の表紙のデザインが家に飾っておきたくなるような素敵なデザインで欲しくなりました。読めないのに。奥にはテーブルスペースがあったり、カフェも併設されているので、ローカルの人で賑わっていました。はい、こちらも行ってみたかったベーカリーカフェのリビエラです。今回コペンハーゲンを調べている中で、おしゃれなカフェやベーカリーがたくさんあることに気づいて、とにかく Google マップでいっぱいマークして行けるところは行ってみました。
こちらはペーストリーの種類は少なめだったんですけど、私が頼んだこのシナモンロールはとっても美味しかったです。店内のインテリアデザインもすごく好みで、落ち着ける空間でお気に入りのカフェになりました。はい、また雑貨屋さんにやってきました。今回の旅でこのノートルダムという雑貨屋さんが一番気に入りました。お気に入りすぎて夢中で買い物していたので、あまり動画がなくて申し訳ないんですけども、こちらのちょっと日本っぽい北欧っぽいお皿とこの花瓶を購入しました。はい、走ってますね。コペンハーゲン2日目になりました。数ヶ月前から夫に誘われて夫婦でランニングをしていて、今回は旅先での初めてのランニングをしました。川と湖沿いを走れるようなすごく自然豊かなところを5キロぐらい走って、こちらも来てみたかったハートベーカリーにやってきました。朝9時半ぐらいに訪れて、ペーストリーの種類も多くて迷ったんですけども、デンマークで代表的な朝食の一つであるパンとバターとチーズを乗っけていただくメニューと、
あとカスタードクリームが中に入ったペーストリーを注文しました。ここのパンが今回の旅行の中で一番美味しかったです。店内は倉庫を改築したようなところで、天井が高くて開放感がありました。この上に置いてある植物たちにはどうやって水やりをするんだろうと思いながら、家具も北欧らしいデザインで落ち着けるような雰囲気があり、大満足の朝ごはんでした。はい、その後近くのエリアにあるもう一軒気になっていたリレベーカリーにも行ってみました。こちらは翌日の朝食で来る予定だったんですが、クローズだったので雰囲気だけでもっと見に来たんですけど、ちょうど11時頃で SNS でも人気なようなので大勢の人でにぎわっていました。はい、帰りも走ってホテルまで戻って、その後観光に出発します。
食前に先ほどのヘイハウスの近くにある北欧ブランド専門のデパートにやってきました。こちら店内のデザインがそもそも開放的で素敵でした。北欧家具もたくさん売られていて、今まで実際あまり興味がなかった私たちなんですけども、今回の旅で北欧家具に魅了されてしまいまして、将来の家のインテリアについていろいろな家具を見ながらたくさん妄想をしていました。のんびりとした幸せな空間でした。夕食はニューハウンの運河を挟んだ南側にあるクリスチアンハウンというエリアにあるイタリアンへやってきました。先ほどのデパートから徒歩15分ぐらいだったんですけど、ちょっと遅れそうだったので自転車で5分ぐらいでやってきました。はい、コペンハーゲン最終日のこの日も朝からランニングをして、気になってたカフェで朝食をいただきに来ました。こちらソニーというカフェにやってきました。こちらもペーストリーはあったんですけども、デンマークの定番の朝食スタイルでいただきました。ここはジャムとゆで卵付き。この夫が頼んだチャイラテがとっても美味しくて、モーニングセットについてくるちょっと酸味のあるミックスジュース、すごく美味しかったんですけど、ただこの日はちょっと寒かったので体が若干冷えるかなっていう感じでした。ホテルに一旦戻る前にもう一軒近くのベーカリーに行きました。こちらキューブ型のクロワッサンが人気のようなんですけども、私は今回の旅で初めてカルダモンパンを購入してみました。ちょっと苦手かなと思ったんですけども、そんなに香りが強いわけではなくてしっとりしていて美味しかったです。
ちらの雑貨屋さんを後にして近くでチェックしていたラ・カブラというカフェにも寄ってみました。でこちらはアパレルショップに併設された小さなカフェで、カウンター席と外のベンチのみの小さな空間なんですけども、たまたまカウンター席が空いたので、小さめのクロワッサンとオーツミルクの抹茶ラテをいただきました。このクロワッサンのサイズ感が良くて美味しかったです。その後しばらくまた散歩して、仕事終わりの夫と合流して自転車で最終日の夕食のレストランへ向かいました。コペンハーゲンは自転車大国で、ロンドンよりもライムバイクというシェアリングバイクが多くて、自転車道もすごく広くて走りやすいのでよく利用してました。こちらも気になってたバーモーロというレストランで、店内もすごく素敵です。まずは大好きなカキフライをいただきました。ロンドンは生ガキはあるんですけど、カキフライはないので嬉しかったです。ここからはシェフのお任せメニューで、ホタテとグースベリーのちょっと酸味のあるセビーチェみたいなものと、かなり濃厚なランゴスティンのビスクで、メインはヘイクという白身魚をいただきました。デザートは味噌アイスクリームにパッションフルーツソースを合わせたもので美味しかったんですけど、バーボン入りでちょっと苦手でしたが、大満足の最終日ディナーでした。次回の Vlog では後編としてコペンハーゲンから車で1時間のスウェーデンマルムの Vlog をお届けします。美しすぎる図書館でゆっくり過ごしたり、北欧雑貨やアパレル、インテリアのお店をいろいろと巡った大満足の一日でしたので、ぜひお楽しみに。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。Have a nice rest of the day and see you soon. Bye!